こんにちは。毎日が楽しくなるお料理クラブのゆうこです。今日はフライパンを使ってスポンジケーキを焼いていきます。そしてこのメロンを使ってデコレーションしていきます。さあ、始めてみましょう。10分経ちました。こちらを開けてウィスクを取ってみます。こんなに泡立っています。こちらに薄力粉を約 100g 万能カップに入れていきます。そして食用油、エサンテ油を大さじ2、最後にお水を大さじ1、入れたらゴムベラで粉っぽさがなくなるまで混ぜていきます。結構ね、素早く混ぜた方が、手早く混ぜた方がいいかなと思います。クッキングシートを準備していきます。クッキングシート、これは最初からお鍋の形に丸くなっているクッキングシートですので、これを1つ、2つ、3つ、3個ぐらいに折ってキッチンバサミで少し切れ目を3回ぐらい入れていきます。そういうひらひらのシートができるので、そして先ほどの生地をお鍋に入れていきます。鍋に入れたら空気を抜くために鍋の底を叩きます。その時にお鍋から熱が逃げにくくするためにタオルをかぶせておくといいかなと思います。ガスの場合は燃えてしまうのでやめてください。インダクションレンジの場合はこのタオルをかぶせても大丈夫です。はい、焼き上がりました。開けてみてみましょう。じゃーん、こんなに綺麗に膨らんでいます。クッキングシートを剥がしてみましょう。こんなに美味しそうなケーキが焼き上がりました。このケーキの特徴は一つがお鍋で焼くということ。卵3個に対してお砂糖の量が 60g という通常より少なめになっておりますが、蓋をして焼くことによって水分とお砂糖が飛ばないので、しっとりと甘みのしっかりある
そして優しいお味のふわふわのスポンジケーキが出来上がりました。生クリームを泡立てていきます。蓋をしてスタート。切っていきます。今日は3枚に切っていきます。このメロンに合う大きさのスポンジ、だいたいこれぐらいなので、こちらのお皿を使ってスポンジケーキを丸く切り取っていきたいと思います。次にメロンを切っていきます。メロンは蓋となる上の部分をカットします。そしてスプーンで中身をくり抜いていきます。こんな感じで空っぽになりました。キッチンペーパーでメロンの中を水気を拭き取っていきます。ではメロンの中に生クリームとフルーツとスポンジを入れてメロンケーキを完成させていきます。蓋するのは大きかったので、もう一回り小さく、今度はコップでカットしていきます。詰めすぎました。少し出ちゃいましたが、メロンケーキです。どうでしょうか。ちょっとね、最後のスポンジが分厚すぎたかもしれません。4枚にカットしてもよかったかな。それから生クリームをもう少し減らして、手のひらサイズの小さなメロンでしたので、もう少し生クリームの量を減らして、スポンジも薄めにして作ったらいいと思います。こちらの今旬の桃があったので、残りのスポンジでトライフルを作ってみたいと思います。どうでしょうか。桃のトライフル完成です。冷蔵庫に1時間置いたメロンケーキがこちらです。出来上がりました。これからカットしてみたいと思います。いただきます。
メロン丸ごとケーキと余ったスポンジでトライフルを作ってこのように並べてみました。いかがでしょうか？みんなもぜひ作ってみてください。ご覧いただきありがとうございました。